こんにちは。ジェイムズのティータイムへようこそ。いわゆる外国人 YouTuber の鉄板ネットですけど、今日は母国のイギリスに帰って逆カルチャーショックを受けたこと5つご紹介したいと思います。日本の東京に1年間住んで8月にイギリスのど田舎に帰ってきました。今日のテーマはイギリスに帰っての逆カルチャーショックなんですけど、田舎に帰っての逆カルチャーショックもちょっと混ざってるかもしれません。早速ですが、私の一番の逆カルチャーショックは、イギリス人って世間話が好きすぎるということです。先日、視力検査を受けて、実はメガネが必要になったんですけど、その視力検査をしてくれた先生が本当に優しかったんですよ。全部無料にしてくれたというわけではもちろんないんですけど、ずっと笑顔ですごく丁寧で安心させる話し方でした。その安心させる話し方っていうのは、具体的に検査に入る前に軽い世間話をすることで、お客さんをウォーミングアップさせること。私は日本に行ってびっくりしたことは、医者が全然世間話をしないことでした。というのは、先生の部屋に入って座った瞬間に、さて、どのような症状ですかってすぐ聞かれたんですね。早っ。まだウォーミングアップできてないのに、と思ったんです。すごく効率的で、挨拶も名前もなく、すぐ本題に入る感じでした。でも、先日の視力検査では先生が、Hello, my name's Dan. How are you? って自己紹介から始めてくれて、その後、大学はどこですかって聞いてくれたんです。私が、シェフィル大学ですけど、去年日本に留学してましたって言ったら、日本ね。行ったことはないけど、自販機の技術がすごいって聞いたよ。視力検査も自販機でできるようになったら面白いよね。なんて冗談も言ってくれました。私はこれに感心しました。冗談まで言ってくれるのか。いい意味での逆カルチャーショックでしたね。日本の病院は安かったし、必要な薬がすぐもらえたし、イギリスのよりずっと効率的だったから感謝してます。私が世間話でウォーミングアップというやり方に慣れているだけの話ですね。どれぐらい世間話をしてくるかは、日本でもイギリスでも、その人や病院によると思うから、たまたま私が空いたところは、そうだっただけかもしれませんね。では、逆カルチャーショック。二つ目。地元は、ファッションへの関心が全くない人がめっちゃ多いです。地元では服はファッションというより機能性、便利さ、着心地などが重視されていて、ちょっとでもおしゃれな服装をしたらめっちゃ目立ちますし、何か言われる可能性があります。この前、友達とパブに行った時、デニムジャケットを着てたんですね。こういうのね。そして友達に、お前、なんでそんなにおしゃれな服装してんのって半分冗談で言われました。でも、これって東京では全然おしゃれじゃなくないんですか？少なくとも私は東京で同じ服着てても誰にも何も言われませんでしたね。ちなみに友達はみんなどこにもありそうなジーパンと無地の T シャツでした。でも、ロンドンにはおしゃれな人がいっぱいいると思うので、これってイギリスと日本ではなく田舎と都会の文化の違いかもしれませんね。田舎の人ってなんというか、ちょっと良くも悪くも適当ですよね。逆カルチャーショック3つ目。お店が開いてる時間が全然違う。イギリスのお店は日本のより早く開店し、早く閉店してしまいます。それで、この前の日本に住んで性格が変わりましたという動画でも少し話したと思うんですけど、地元は夜型にとってめっちゃ不便です。24時間営業の店がもちろんなくて、スーパーやコンビニでも夜10時に閉店します。そして、個人店がさらに早く、だいたい5時ぐらいに閉店します。イギリスに帰ってまだ時差ボケがあった時、夜10時ぐらいにお腹が空いてコンビニに行こうと思ったんですが、空いてるところが一つもないということを思い出して悲しくなりました。それが東京から地元に帰ってすぐだったので、
かなりショックでしたね。でも、もちろんその分、朝早く起きる人だったら便利です。だから、朝仕事に行く前に買い物とかする人が多いんです。4つ目。イギリス人は道を譲るのがうますぎる。歩行者もそうですが、特に逆カルチャーショックになったのは車の方です。地元はこういう一台の車しか通れない道がすごく多いんです。こんなに狭いのに実は一方通行ではないんです。だからお互いにうまく道を譲る必要があります。こういう道の場合は譲る必要があるから譲ってもらってそんなにびっくりしないんですが、びっくりしたのは譲る必要がないところでもわざわざ譲ってくれる人がたくさんいることです。例えば横断歩道では日本で車が止まってくれますよね。これはイギリスでも同じです。でも地元では横断歩道がないところでも車がわざわざ止まってくれることがあります。そしてこのジェスチャーでどうぞどうぞ行ってくださいと言うんです。いや、譲ってくれて嬉しいけど、そこまでしなくてもと思う時があります。いや、逆に譲ってもらってこっちが焦らなきゃいけないってなって小走りになるので、譲ってもらわない方が気を使わなくても済むし、それでよかったかもと思う場合もあります。狭い道で運転することに慣れていて、それが文化になって、そのせいで譲る必要がない時でも譲ってくれる人がいるかもしれませんね。東京は車が多すぎてこういうのはなかなかないと思いますが、日本の田舎はどうでしょうか？横断歩道がないところでも車が止まってくれることがあるかな？ぜひ教えてください。最後の逆カルチャーショックです。イギリス人も素足の人が多い。この前のイギリスと日本のマナーの違いの動画を見た人は、あれと思ったかもしれませんね。その動画では私は、イギリス人はマナーとして素足をあんまり出さない。そして、それでサンダルなどの靴を履く人が少ないと言いました。でも、コメント欄で多くのイギリスに旅行で来た方や、イギリス在住の方が、イギリス人も素足の人が多いよという指摘をしてくれました。そして私はイギリスに帰って、確かに東京と同じぐらい素足の人が多いなって気づきました。そのため、謝りたいです。イギリスにも素足の人が多くて、素足を出さないというマナーは、おそらく今のイギリスではあんまり守られていないと思います。この前の動画で間違っている情報があってすみませんでした。私はイギリスではサンダルなどを履いている素足を出している人がほとんどいないと思っていたので、イギリスに帰ってこれに気づいてかなりの逆カルチャーショックでした。最後まで見てくれてありがとうございます。イギリスに行ったことがある方、どんなカルチャーショックを感じましたか？今日はちょっと地味なカルチャーショックもあったかと思いますが、面白かったならぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてぜひ他の動画も見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。